こんにちは、メイです。今回はツイッターでの素晴らしい投稿からインスピレーションを受けて麦畑のあるお家を作っていきます。9月も後半に差し掛かり、もう秋なので秋仕様でいきます。今回の場所は B の6です。本来は冬の場所ですが、秋にして作っていきます。まずは家の外観の概要です。今回は秋もテーマに入っているので、秋色に合うようにブラウン、黄色などを使い、銀杏をイメージさせるような外観にしていきます。キノコのリースなども秋っぽいですね。今回の庭の要素はこんな感じになっています。ほとんどが麦畑ですね。ぱっと見単純に見えると思います。これ本当に簡単なのに奥深くおしゃれにできます。はじめにエリアを分けるために道を作ります。麦畑がメインで少し田舎をイメージしているので、獣道やちょっと古びた道路やレンガ、デフォルトの土の道も合うと思います。今回はちょっと古めのレンガ風のデザインにしています。ついでに休憩所にもマイルザを敷きます。これで場所が大まかに区切れたので、次は左下の麦畑を作ります。麦畑を横に並べ1マス飛ばして2列作ります。開けておいた列にヒヤシンスオレンジを並べます。交互に並べるだけでもうおしゃれなんですよね。麦畑で並べるより断然おしゃれになるのでおすすめです。これがインスピレーションを受けた並べ方です。次は家周りを作っていきます。家は背が高い家具なので、周りの高低差がどうしても出てしまいます。これを緩和するために家の周りに木を植えたり、背の高い家具を置くと馴染みます。家具の置き方としては山になるようなイメージですね。もうすぐハロウィンの季節なので、かぼちゃを置いていきます。落ち葉のマイルズがある方は落ち葉を敷くとさらに秋らしくなるのでおすすめです。もしマイルズがない場合は、どんぐりや松ぼっくり、落ち葉やキノコ類を置くと秋らしさが演出できます。次は休憩所を飾ります。川の流れる音や麦畑が風で揺られている音を聞きながら休憩できるって素敵ですよね。スズキのパイの見た目が好きなので採用しています。かぼちゃのタルトの方が秋っぽいですけどね。次は右側を作っていきます。右の上半分に左下に作った麦畑と同じものを作っていきます。今回右上と左下に麦畑を作ったのは対角線を意識しています。人の動かす視線を意識しているので、情報が入ってきやすいレイアウトになっています。庭を4つに区切ることがあったら対角線を意識してみるといいと思います。おすすめは右上と左上の要素を合わせる、または対比でおしゃれになります。なんで右上と左下を合わせると良いかは、人が何かを見るときに Z の形で視線を動かすからです。左上に一番目立つものを置き、右上左下を合わせ、右下に少し目立つものを置く。たったこれだけなのに庭全体がまとまり伝わりやすいレイアウトになります。よくデザインで使われる手法で、生活の中にこのレイアウトがたくさん溢れています。代表的なものはウェブページとかですね。今回は右下にも左上と同じような要素を取り入れています。西部の街並みで家っぽさを出し、かぼちゃで色を合わせています。そこまで目立ってほしくないので、西部の街並みは家と同じ黄色にはせず、全体をダークブラウンでまとめています。本当はバランスを取るために一番右に広葉樹を植えたかったのですが、地形的な問題で無理でした。島グリエイドなら絶対に植えていますね。庭全体に落ち葉のマイルザを敷いていきます。落ち葉って掃除してもたまるので、それを表現するためにたくさん敷きます。隙間っぽいところがあればほぼほぼ埋めるようなイメージですね。時間は朝のこれくらいの時間帯です。この時間帯はエモい写真が撮れるのでお気に入りです。最後にかかしを飾っていきます。これで完成です。今回は迷いに迷ってやめたレイアウトはこちらです。
全体的に右に寄せて左下の麦畑を拡大させています。こっちの方がより島クリエイト向けレイアウトで、猫がいるところから一人称視点で写真を撮るとオープニングのような感じになります。麦畑が綺麗に映るので、このレイアウトもかなりお気に入りです。もし島クリエイトで参考にしようかなと思っている方には、こちらのレイアウトがおすすめです。どちらのレイアウトが皆さんはお好きでしょうか？何かの参考になったら嬉しいです。それでは完成ムービーをご覧ください。麦畑のあるお家作りはいかがだったでしょうか？ Z に配置するレイアウトは簡単なのにおしゃれで伝わるのでおすすめです。この動画で秋を感じたなぁと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。今回のおまけはこの麦畑のあるお家の部屋です。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。